はいどうも皆さんこんにちは、スターディの河野玄斗です。改めまして公認会計士試験に最終合格しました。イエイ。いや、どっちに転んでもおかしくなかったので本当にね緊張してたんですけど、一安心しました。そして今回ですね、ようやく公認会計士の合格証と特典開示ですねが届きました。今日届くはずだったので、リアルにポストを10回ぐらい確認しに行ったんですけど、普通にピンポン来ましたね。書き留めでした。ようやくね届いたので、今回何位で受かってたのかっていうのを見ていきたいと思います。じゃあルーク開封お願いします。はい。じゃあ初めに合格証です。お、ありがとうございます。イエーイ。合格証書、公認会計試験に合格したことを証する。これはもう一生の宝物ですね。もう正直受かってればもうそれで十分なんですけど、でもやっぱり受かってるって分かったら1位でもね上の順位であってほしいなっていう気持ちは芽生えちゃいますよね。ちなみに今回順位ってどれぐらいと思う？そうね、もう今回は受験者数が4000人ちょいで合格者数が1400人ちょいか、だからそうだな、上位 5%200 人200位とかだったらめちゃくちゃいいんだけど、現実的には500位ぐらいかな。でももうちょい上いけるんじゃない？いやさすがにね今回ね時間足りなかったから。だって担当式試験急遽受けることになったじゃん。ああ、そうね。それでちょっと論文に向けて、時間足りなかったっていうのもあるし、普通にね論文式試験1ヶ月前の時点で3科目ノータッチだったのよ。なるほど、それはやばい。だからそうね、現実的に考えて500位いけば全然いいかなっては思うんだけど、てか500位も論文式試験の合格者のうちのさらに上位3割ちょいとかだから全然いいのよ。確かにそう考えると結構すごいかもしれない。でももし受けてないからその自分がどれぐらいの順位っていうか立ち位置なのかっていうの全く分かんない状態で試験受けたのよ。だから実はものすごく良くて2桁順位っていうのもありえなくはない。でも逆に合格最低点ギリギリだったっていうのもありえなくはないから、見てのお楽しみだね。あと点数についてなんだけど、多分ね50点とか60点とかなんかそういう点数がね出てきたりするのよ。でそれは100点満点の点数っていうよりかは偏差値なんだよね。なるほど。そうだから、52点って聞いたら低って思うかもしれないけど、実際はすごくて52点で合格するのよ。ボーダーラインが52点。そう、ボーダーライン総合52点取れば合格なのね。でそれっていうのはその担当式試験合格率 20% なんだけど、そこを超えてきた猛者たちの中で偏差値52、それを取れれば試験に合格だから、そのさらに上の56点っていうのが、科目合格のラインって言われてて、仮に総合で不合格だったとしてもその科目で56点取れてればその翌年以降その科目は免除されるんだよね。だからもう56点っていうのはそれぐらいすごい。だから60点とか取ればめちゃくちゃすごいみたいな、そういうイメージだっていうことだけ分かってもらわないと、50点とか言って低くって思われても嫌だなっていう、そういう感じです。それでは、はい、順番に発表させていただきます。はい、じゃあ試験の当日の流れで発表お願いします。まずは監査論。監査論か、最初からね地獄だったんだよね。ちなみに監査論ってどういう試験？監査論は監査っていうのが会計士の独占業務なんだけど、簡単に言うと決算書をチェックするのが監査、だからどういうふうにその決算書をチェックしていくのかっていう手続きだったり、その内容だったりっていうのを学んでいくのが監査論で、今年ねめちゃくちゃ難しくて実務でもなかなか出会わないような事例が出されたりして、予備校の先生もねヒーヒー言ってたっていう、それぐらい難しい問題だったからちょっとね結構自信ないんだよね。早速弱気です。いや、監査論、そう本当に合格するかしないか不安に思ってた理由の一つが監査論。なんならそこで40点以下だったら足切りになるんだけど、監査論40点以下もありえなくはないなって思ってたぐらい、ちょっとねなんか頑張ってノリで埋めたみたいなところあるから、でも50点いけば御の字って感じかな、感想は。では早速発表させていただきます。はい、監査論が 61.40 点。
そんないいの？ちなみに順位が237位。ああ、いやめっちゃいいじゃん。いや予想外すぎるね。いやだから模試受けてないからそんな感じなんだね。あでもそう試験が相対試験だから偏差値なのよ、はい、みんな多分本当にできなくて、まあ僕自身全然できなかったけど、できないなりに頑張って書いてそこで相対的に浮いたっていう感じなのかもね。いやーこれはね熱いね。熱いカンサロン。いやちょっといいな。じゃあ次お願いします。はい、次が租税法。租税法か。租税法はね割とねできた気がするんだよね。担当式試験終わってから新しく増えた、2つの科目が租税法と経営学なんだけど、その租税法は本当担当後なんなら勉強時間の半分ぐらい租税法だったぐらい力入れたんだよね。一番じゃあ気合い入って気合い入れたっていうのも、その担当後に増えた科目だから本当にノーベンだったら足切り食らっちゃうのよ。40点以下でもうそれだけで不合格になっちゃうから、それを恐れてめちゃくちゃ勉強した結果なんかね手応えとしてはすごい良かったね。だからカンサロンで60超えてんだったら租税法も60超えててもおかしくないかなっていう感じかな。では租税法の点数発表させていただきます。お願いします。租税法は、67.75。めっちゃいいじゃん。順位が28位です。おお28位。超いいよ。だから4000人中28位でしょ、めっちゃいいじゃん。だって5月に担当終わって8月試験だからね。その3ヶ月の間で28位まで持ってったからね。いやこれはね胸熱ですね。胸熱胸熱。あ67点、これはね想像しなかったね。67点って取れるのか。なんかすごく良くても60点みたいなそういうイメージあったから、いやちょっとこれは期待できますね。では続きまして、会計学ですね。会計学か。会計学はね一番大事なんだよね。分かりやすく言うと、会計学って他の科目と比べて、点数が3倍にして平均値取るみたいな。だから他100点満点なら会計学だけ300点満点みたいな感じなんだよね。一番重要度が高い。そう、これが良ければかなりそれだけで、受かるみたいな感じなんだけど、いやどうだろうな。計算科目が今年割合が少なかったのよ、理論の問題が今年例年より圧倒的に多くて、しかもね計算科目も別に必ずしもできてるわけじゃないんだよね。でも計算科目ではあるから56点乗っててほしいなっていう気持ちはあるね。会計学点数させていただきます。会計学は 53.80 点。いや悪くはないんだけど良くはないって感じか。順位が983位。いや普通に合格ラインは超えてるんだけどね。そっか。いや理論科目覚えられてなかったからな。あんまりやっぱり租税法に時間使いすぎたのかな。会計学は自分得意科目って思ってたから、ちょっとだけね時間割いてなかった。でもベスト尽くしたからしょうがないか。租税法の足切り回避するっていう目的があったから。そうね、そこが一番大事だよね。悪くないから決して52点超えてるからね。ボーダー超えてますから、では続きまして企業法。企業法ね。企業法わかんないな。残り1週間までノータッチだったのよ。本当の最後の最後までノータッチで、っていうのも司法試験の思考力、どういうふうに問題取り組むかっていう思考プロセスだけは自分の中にあったから、法的思考力を信じて、最後まで勉強しなくて、であんま記憶とかしないんだよね。本当はみんな論証とか覚えるんだけど、もうその場その場で考えながら条文引きながら解こうと思って、だから最後の1週間もやったことって言えば司法試験の時に培った考え方っていうのをさらっと確認して、一応論証だけ一読して挑んだみたいな感じだから、分かんないな。それが吉と出るか凶と出るか。でも、CPA のその山当てプリントみたいなのがそのまま第1問の方で出て、言ってたね。そうだけど第2問の方は逆に俺が受けられなかった CPA の模試でまんま山当て出て、しかもその第2問の方はもう捨て問みたいな難しさなのよ。だからもうその場でこうかなみたいな感じで現場思考で解いたんだけど、逆に模試受けてる人たちはみんな書けちゃうから、
相対試験だとちょっとまあ点数として落ちちゃうかなみたいな、なんとも言えないね。では企業法の点数を発表させていただきます、企業法は 60.20 点。全然いい、全然いい。60.20 点は全然いい。全然いいね、うん。科目合格も超えてる。いや、50ね、余裕で超えてる。超えてるね、順位がうん。386位。ああ、いやまあいいでしょ。いや全然いいよね。てか1週間にしてはだしまあ司法試験合格者だからもっと言ってほしいかもあるかもしれないけどね。ちゃんと思考力あれば覚えなくても科目合格は余裕で超えられるよっていうことだよね。経営学。経営学ラストね。これはね、まあ無難にできたって感じかな。流行ってる予備校自体が、その経営学に強いって言われてるから、まあそのまま無難にできたって感じかな。まあ、ちなみになんかその CPA は今年600人ちょい受かって、合格者の4割が CPA みたいな感じだから、まあだからね、その波に乗ったね、うち。まあだから経営学もみんなできてるかもしれないってことを考えると、でも56点取れればいいかな。担当式試験が終わってから勉強始めたって感じだから。では、点数公開していきます。はい。経営学の点数は60.45 点。全然いいじゃん。これも60点台乗ってますね。あ、いいね。ちなみに順位が264位です。おお。いや、すごいよ。すごい。すごい。3ヶ月にしては頑張った。頑張った。意外と租税法と経営学はいい感じにいけたね。そうだね。というわけで、はい。総合得点が総合がどれぐらいだろう。58.74 点。おお、全然いいね。順位が278位でした。おお、ありがとうございます。9ヶ月にしては結構頑張った方だよ。いや、すごいよ。上位 7% 弱とか思ったより断然良かったね。合格最低点ぐらいでもうおかしくないって思ってたから超検討してよかった。まあだからちょっと会計学がね、そこだけかな。他60点超えてたもんね。そうだね、それ以外は全て超えてますね。会計学がもうちょい良ければ60点平均も全然いきてたのか。結果受かったということが何より。いや、そう受かればね、いいのよ。ということでね、今回公認会計試験の点数開示、見てきたわけなんですけど、まあ順位とかはね関係なくて、受かった後に何をするか、公認会計士に限らず、今ねいろんなプロジェクトも動かしているので、そちらもぜひ楽しみにしてもらえたらいいなと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。